皆さんこんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。古武館道場の、師範代をやらせていただいておる山口と申します。今日は、堂々と生きてるかっていうテーマでお話ししたいと思いますけども、ワシントンにいた頃ですね、その道場にワットさんという人がですね、いたんですね。日本で社会保険庁みたいなところですね。電気のワットですね。あれと同じ名前だからよく覚えてるんですけども、そんながっちりした人じゃなかったんですけども、その方も昔柔道をやってたって言われるんですね。これでじゃあやってみましょうかって言って組んでですね、これで組んで驚いたのはですね、その方は全然腰引かないんですよね。だってそんなでかくないんですけどもね、堂々と構えてる。私はどうかっていうとですね、こう相手の奥襟を掴んで腰を思いっきり引いてですね、自分は逃げる。それで相手には技がかからないような今の柔道の試合のスタイルですね。ここで思い出したんですけども、中学の時にその柔道部入って師範に腰を引いちゃダメだ。堂々と戦えて、その場その場で逃げたってね、強くならないんだ。いつも自分の正しい姿勢で稽古しなさい。そうすれば強くなるっていうふうに言われてたんですよね。だからですね、そうか、そのワットさん、あなた素晴らしい先生に習いましたねって稽古終わってからね、言ったんですけども、腰を引いて逃げるなっていうことを教わり、それでそのワットさんはそのまんま私がずるい体勢をとってもですね、全然逃げない、腰を引かないですね。だから私が柔道を習った時からどんどんスポーツ化して変わってしまってますけれども、いつの間にかその姿勢が違ってくる。姿勢が違ってくるっていうことはですね、生き方にも違ってくるんじゃないかなというふうにですね、その時に、教わったのは、堂々としなさいっていうことは、みんな、君たち柔道の稽古、道場出たらすっかり忘れてるだろう。大事なのは道場出てからだよ。それを活かせるかどうかだよっていうふうにね、言われたんですね。それが70年以上前なんですけども、要するにスポーツである以上に人間形成の道であるということですね。合気道は試合がないからそういう弊害はあまりないと思いますけれども、ただ、じゃあ堂々としてるっていうのはどういうことか。館長からですね、指導者講習会って3ヶ月ぐらいマンツーマンでですね、毎週日曜日、指導者としての心得を教育受けたんですね。その時に、例えば指導者はいくら寒くても下着着ちゃダメだ。それから、常に洗濯してなさい。袴は履く場合だったら、アイロンをいつもちゃんとかけておきなさい。それから、稽古中に、腕を組んじゃダメなんだ。ですね。前に下げて、せいぜい前に手と手を組むぐらいでですね。それから、一人だけ指導しちゃダメなんだって。いろんな人を常に見ながら、指導しなきゃいけない。それから初心者も自分の先生だと思って、話を聞きなさいっていうようなことを教育受けたんですね。これが堂々とした生き方なんだなというふうに思ったんですけども、自分の自尊心というものをですね、一回捨てなさいということで、ある時、稽古して、5年か10年ぐらいの中年の男性が館長と話してですね、いや、私はそう思いませんって言ってんですよね。私の体験からするとね、この技はこうですとかですね。でも館長はそうじゃない。プロとしてですね、30年以上命がけの稽古もしてるわけですよね。だから我々から見たら何こいつ何言ってんだって、館長に向かってね、何言ってんだと思うんだけども、館長は全然馬鹿にしないんですよね。これで、そうですか、そうですかって聞いてるんですね。なるほど。やっぱり長く合気道を続けて自信持ってる方ですね。それは相手からなんか少しでも引き出そうと。議論が幼稚でもですね、ひょっとしたらなんかあるんじゃないか。そういうことをですね、館長は身につけてられたのかな。だから我々も合気道道場の中だけではなくて、生き方の中でもその堂々とした生き方やっていきたいなというふうに思いながら稽古を続けております。今日はどうもありがとうございました。またお目にかかりましょう。